こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は少し難易度の上がるボディバッグの作り方を紹介します。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。新刊の著書の付録にもなっている定規を活用して作っていきます。概要欄にリンクも貼っておきますので、まだ本がお手元にない方はご購入をご検討いただけますと嬉しいです。もちろんね、定規がない方でも映像をご覧いただきながら作ることもできますので、ぜひ動画を最後までご視聴いただきまして、一緒にチャレンジしていただけたら嬉しいです。ボディバッグっていうとファスナーがついて内側にバイアスがつくっていうちょっとハードルの高いものにはなってきます。あとね、ショルダーもつきますね。パーツも多いですし、難易度も上がるので、意外とね、皆様ね、なかなか作る機会がないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、カーブのところやファスナーの付け方、そしてこのバイアスの縫い方、あとこういうベルトの付け方ですね、こういうところを細かく紹介していきますので、ちょっと動画の方長くなりますけれども、皆様が一緒に作れるように解説をですね、細かく入れながら紹介していきますので、よかったら一緒に作っていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。今回パーツの方が非常に多いので、必要に応じてスクショなどしてご準備をお願いします。そしてこちらがパーツなど細かい方の紹介になります。こちらも同じようにテロップの方をご覧いただきながら材料のご準備をお願いします。そしてこちらの表の生地なんですけれども、今回はリネンの生地を使用しました。裏面に薄手の接着芯を貼っています。使用する素材に合わせて接着芯を貼るなどして補強をお願いします。こちらの側面の方は今回中央の方で継ぎ合わせをしています。生地が足らない場合などはこのような感じで合わせていただけたらと思います。それからですね、こちらのバイアステープなんですけれども、今回長く準備する必要がありますので、途中でこのように継ぎ足しをしながら長さを揃えるようにしてください。まず最初にカーブの方から紹介していきたいと思います。こちらの定規のこの R5 を使ってこちらのカーブを描いていきます。滑らかにさらっと描くんであれば、こういうペンをご活用ください。で、このような感じで線が引けたところです。こちらのパーツの裁断方法を紹介していきます。はい、それではカーブが切り終えたところになります。こちらの方は全てカーブ切り揃えてあります。こちらは表面だけに今切り揃えた状態で準備してるんですが、この後私の方では裁断していこうと思っております。ただですね、実際にこういうふうに合わせていった時にカーブを切り揃えてちょっと難しいかなという方はですね、ファスナーなどを縫い合わせた後にこの表の布に合わせて最後にこう切り揃えるという方法もありますので、やりやすい方法で進めていただけたらと思います。このテープ用の生地の方は2組準備してください。片面だけ接着芯を貼ってあります。まずこのファスナーの開き口の方が短い方ですね。で、ファスナーエンドの方が長い方のタブを使用していきます。まず2つ折りにしましょう。2つ折りにしたら、このファスナーの端に合わせて待ち針で留めます。そうしたらこの際をファスナーと重ねながら縫います。で、その時にこのファスナーのこの押さえですね、こちらを使用してこのようにして縫っていきましょう。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番をご準備ください。そうしたら針を左側になるようにしてファスナーの押さえをつけます。目打ちなど使いましょう。
はい、ではこのように縫い終えたところになります。そしたら裏にすると今この状態になっているかと思います。この端のところをこういうふうに上に上げてですね、もう一度縫っておきます。はい、では、このように縫い終えたところになります。そしたら中央の合い印を入れます。まず2つ折りにして輪になった部分ですね。これいつものやり方と全く同じです。斜めに横2ミリ縦3ミリで斜めにカットします。そうするとこのような V の形になりますので、こちらを全てのパーツ、この両サイドですね、入れてみてください。全てにこの V の合い印を入れ終えたところになります。こちらのテープ用のパーツの方にも上下に合い印を入れておいてください。ファスナーも同じように中央の合い印を入れてやります。それではファスナーをつけます。こちらのファスナー押さえの方を活用していきます。まずこの下側からつけて、上側は同じようにしてつけていきます。中央の合い印がこうね入っているところにファスナーを裏面にして重ねてください。中央でまず留めて、で両端を留めたら間を留めていくようにします。そうしたら端から端まで 5mm を縫います。5mm の印が分かりにくいときは、このファスナーのこの折り目のとこですね、折り目の一番最初の折り目のところがちょうど 5mm ぐらいになりますので、こうやってちょっと印をつけておくと目線の置き場に困らないかなと思います。なのでこの部分ですね、ちょんちょんと印を数箇所つけておきましょう。そうしたら針は左側になるようにして、押さえ金具はこのファスナーの金具に当たらないように右側になるようになります。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしましょう。目打ちでゆっくりと押しながら進めていきます。そしたらすぐここにアジャスターがありますので、アジャスターを閉じます。押さえを1回上げます。で常にこの手前のところが平らになっている状態にして縫うようにしましょう。はい、では端から端まで縫い終えたところになります。そうしたら内布を中央で重ねます。中央で重ねたら1回待ち針で留めましょう。留めたらもう一度反対面にします。縫った面を見ながら縫うといいですよ。でキルトの方ですね、重ねて両端を留めます。端から 7mm を縫いましょう。でこういう時にマスキングテープをガイドにして使うといいですよ。ちょっと長めに貼っておきます。そしたら布の端をこのマスキングテープの端に合わせるようにして縫うようになります。まっすぐ縫うのが苦手な方は是非試してみてください。そしたら返し縫いから縫います。そしたらここにね今アジャスターがあります。一度布をめくってアジャスターをこちらの反対側の方まで動かします。動かして常にここの手前のところが平らになるようにして縫っていきます。はい、では縫い終えたところになります。そしたら縫い代を倒していきます。しっかりとこれから際を縫いますので、コロコロオープナーこちら使ってみましょう。アイロンで折るよりはこのコロコロオープナー使うといいですよ。
そしたら反対側も同じようにして縫い代を倒して、この部分ですね、この際の部分がしっかりと倒れている状態を作っておきます。これをやっておくと縫って仕上げた時にこの縫い代が持ち上がってきにくくなります。そしたら2つともパタンと重ね合わせて待ち針で留めましょう。はい、そうしたら際を縫いましょう。で際を1本縫ったらですね、その後にもう1本 5mm 離れたところに縫って2本で縫って仕上げていく方法を紹介します。そしたら今度は針を右側になるようにして押さえの位置を変えます。そうするとこの金具がこの布の上に乗って金具の上にこのファスナーの金属の上に乗らないようになります。必ずこの押さえの位置を変えるようにしてください。そしたらアジャスターがありますので、ここで一度押さえを上げます。アジャスターを外して必ず手前は平らな状態にして縫っていきます。そうしたら押さえを直線用の押さえに変えて針を一番右側に今ずらしたところです。でこの後ですね、最初に縫ったこの際から 5mm 離れたところを縫います。最初はこの際のところを1本縫ってきました。2本目は 5mm 離れたところを縫っています。裏面はこのような状態になっています。合わせたのがこの内布はキルトになりますので、ちょっとねこの縫い代のところが浮きがちなんですね。それを抑える効果もあるので2本縫ってみました。皆様もねお手持ちの生地でこうステッチにもなって綺麗にこう引き締まったような感じにもなりますので、この方法をお試しいただけたらと思います。そしたら反対側も同じようにして縫います。生地を裏面にしてファスナーに重ねて、まず中央で合い印を留めます。そしたら裏にして留めていきます。はい、それでは両方同じようにして縫い終えたところになります。こうすることでね、反対側も同じように縫い代がしっかりと収まってきます。そうしたら周囲を待ち針で留めて、ぐるっと一周端から 5mm を縫いましょう。粗ミシンをかけるときは縫い目の長さを一番大きく、このミシンでは 5.0 が一番マックスだったのでこのサイズにしています。このはみ出た部分のキルトの部分は切り落としておきます。ここできれいに形を整えておきましょう。で全体がつながったところで、ここに中央の合い印をつけた時と同じように両端にも中央の合い印を入れておきます。同じようにして V の形を作っておきましょう。はい、続いて今度は反対側の側面を仕上げていきます。反対側はこのように
ポケットがつきますので、こちらの縁取り布を合わせていきます。まずポケットを裏面にして、縁取り布も裏面にして重ねます。で重ねたら端を待ち針で留めてください。で留め終えたらこの端から 1.5 センチを縫いましょう。でこのアクセントとかをアクセントタブですね、使いたい場合はこの後仕上げていきます。で今度は端から 1.5 センチを縫うのに、このミシンの針基板を活用します。針基板のちょうどこの10の隣が 15mm になりますので、もしここの目線でやりにくい場合はこちらもファスナーの時と同じようにしてマスキングテープをこういうふうに貼っておきます。 1.5 センチを延長して貼っておくと、この布端をここぴったり合わせて縫えますので、不安な方はこのような感じで合わせていかれるといいかと思います。マスキングテープはガイドにすごく活用できますので、一つあると便利です。100円ショップとかでも売ってますのでね、ご準備ください。最初は返し縫いをして、最初と最後返し縫いをしていきます。はい、ではこのような感じで縫い終えたところになります。ただこう一度持ち上げてコロコロオフナーでしっかり倒しましょう。でさらにこれをこの今縫ったところをですね、こう包んでいきますので、ここでもまたコロコロオフナーか、もちろんアイロンでももちろん大丈夫です。今のこの縫い代をですね、包むようにしてパタンと倒します。でこの後ここの際の部分を縫いますので、待ち針で留めていきます。タブはお好みで、だいたいここに縫い代が来ますので 2,3 センチ離れてるといいかなと思います。そしたらここの際の部分を縫いましょう。で際を縫う時に便利なのがこちらの立ち目かがり押さえというのがこうミシンの基本セットにだいたい入ってるかなと思います。ジグザグ用の本来はね使うミシンの押さえパーツなんですけれども、際を縫う時も結構活用しやすく、このようにエッジのところをですね、布のこの端のところに合わせていくと、際を縫うのが苦手な方はこういう風に合わせていくと綺麗に縫えますので、是非この機会にお試しください。ではこれを使ってですね、早速縫っていきたいと思います。返し縫いからスタートしましょう。そしたらこのエッジのところをここの山のところに合わせながらゆっくりと縫っていきましょう。はい、こんな感じで際が縫い終えたところになります。裏面はこのようになっています。だいたいタブはですね、お好みなんですけれども、端から 2,3 センチ離れたところがいいかなと思います。1センチ縫い代で隠れますので、ちょっとバランスを見ながら位置を決めてみてください。そうしたら本体の上に重ねます。もう合い印ついてますので、ここでピタッと重ねます。で同時に粗ミシンもかけてしまおうと思いますので、こちらをポケットがこうつきますので、柄の上下がある場合はこの位置を確認しながらこういう風にして外表にして重ねましょう。外表っていうのは表面が自分に常に見えてる部分ですね。こちらが表で、こちらも表になっている状態のことを言います。そしたら待ち針で留めます。で大きい方の面積の方はもう中心の合い印ついてますので、中心の合い印もピタッと合わせます。はい、ではこのように仮留めが終わったところで、こちらの面を上にして縫うようになります。そうするとポケットの位置がどうしてもずれてきちゃうんですね。なのでこのポケットの高さだけ最初に決められるようにですね、ここの部分だけもう縫い留めておきます。で今縫ったところがこの部分ですね、ポケットの高さの部分をしっかりと揃えたところです。裏面も重ねてますので、3枚同時にここがピタッと止まっている状態になっています。そしたらこの表の生地を見ながらぐるっと一周粗ミシンをかけます。
こちらも先ほどと同じようにこのはみ出た部分を切り揃えておきます。同じやり方なんですけれども、まずこう中表に重ねてください。こちらも中表に重ねます。で重ねたら両サイドを1センチ縫います。1センチ縫い終えたところになります。そしたら縫い代を開きましょう。表面にしていただいて、ここの縫い合わせのところから5ミリずつを縫います。針が動かせる方は針を一番右側に動かしましょう。でここの押さえの端を継ぎ合わせのところで合わせます。最初と最後は返し縫いをします。5ミリほど手前で1回針を止めて、一度に同じように縫いますので、このままぐーっと90度回転させたらもう一度押さえを下げます。そしたらもう一度押さえを上げて、反対側も同じようにして縫います。で縫う時は表面から縫う方が自分が見る時に自分の縫い目を見ますので、裏からやりがちなんですけれども、こちらは表面からやるといいかなと思います。そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。はい、では同じようにして表の生地もつないだところです。そうしたら側面と同じようにですね、外表に重ねましょう。縫い合わせたところをしっかりと留めていきます。はい、ではこの2枚が重なったところで、先ほど側面を縫った時と同じようにこちらの表側の生地を上にしてぐるーっとこの端とこちらの反対側の端から5ミリのところを粗ミシンでつなげていきます。ショルダーパーツはこう片面は接着芯が貼ってあって片面は貼ってない状態になります。より丈夫にしたい場合は2枚とも接着芯を貼った状態でこう合わせていくことも可能です。1センチはみ出た状態で待ち針で留めましょう。待ち針とかクリップ使ってください。でこの状態にして1回ここで仮留めをしておきます。はい、ではこんな感じで1センチこう飛び出た状態にして端から5ミリのところを仮留めしたところです。このように留めてから進める方がやりやすいのでこのようにしてみてください。そしたらこちらの生地を中表に重ねましょう。無地の場合は綺麗な面を表面にすればいいかなと思います。で周囲を留めていきます。はい、では待ち針で留まったところでこのミシンの押さえを使った縫い方の方法を紹介したいと思います。押さえのこの端を使って家庭用ミシンの場合はこういう風にこの布端をですね合わせていくとだいたい端から 7,8 ミリで縫えることになります。職業用ミシンの場合は7ミリの線とかを目安にされるといいかなと思うんですが、家庭用ミシンの場合マスキングテープとかでガイドをしなくてもこの端を活用しながら縫う方法もありますので、こちらの方法を紹介したいと思います。はい、そしたら針が真ん中に来てるところを確認していただいて、最初と最後返し縫いをしていきます。で押さえの端と今ここの布端がぴったり合ってる状態になります。まずその部分を確認しながら進めていきましょう。じゃあここでちょうどカーブのところになりますので、押さえを1回上げます。上げてちょっと回転させてこの端のところを合わせながら縫っていきましょう。ゆっくり縫いましょう、カーブの部分ね。で大体7ミリほど手前で押さえを上げます。でここのテープのところは返し縫いをします。ここが一番荷重がかかるところなのでしっかりと縫っていきましょう。はい、そうしたらここのカーブの部分に切り込みを入れます。だいたい7ミリ、5ミリ、5ミリぐらいかな。5ミリ間隔ぐらいでカーブを切り込み入れていきましょう。
あとここの角の部分なんですけれども、いつもは切らないんですが、ここをですね少し斜めにカットしておきます。ちょっと厚みが増してきますので、こんな感じで30度ぐらいの斜めカット入れておきます。ではこのようにしてから表にしていきます。ちょっとカーブのところは少しね折り目をつけてから表にしていくと仕上がり綺麗になるかなと思います。周囲の際をぐるっと一周縫いましょう。では立ち目かがり押さえのこのへりの部分を布端合わせていきます。ちょっと進んだら返し縫いするようにしてみましょう。ちょっとねやりにくくなりますのでね。カーブの部分はゆっくり縫うようにしましょう。では同じようにしてもう一つのパーツも仕上げます。はい、そうしたらこの後ろ側のポケットがついている方のパーツにこちらのテープをつけていきます。ポケットの向きに気をつけて、上の方ですね、上側に長い方のテープをつけます。中央の合い印をぴったりと合わせましょう。はい、でこんな感じですね。で反対側は30センチのこう短い方を底側の方につけていきます。両サイドとも5ミリで仮止めをします。はい、ではこんな感じで両方止まったところになります。ですね、向きの方気をつけてくださいね。ポケットの向きとこの長い方が上になりますので気をつけてください。でちょっと長くなってきて邪魔になりますので、これをね少し束ねてクリップとかで留めておくといいですよ。この後マチをつけていきますので、少しねこういう風に軽く留めておきましょう。内布が見える状態にして、でこう開いて合わせた部分ですね、ここの中央のところを合わせていきます。今つけたこのテープのところのこの中央の部分ですね、ここはクリップでもいいんですが、この合い印のところだけはできるだけ待ち針でしっかりとずれないように留めておくのがおすすめです。ただはめでねちょっと厚みが出る場合はこうクリップしっかり留めておきましょう。で4分割した場合はここの表の生地のところとこの中央のところがぴったり合うと思いますので、ここで合わせていきます。必ず合い印で合わせるようにしてください。ここずれると全部ずれてきちゃうので気をつけましょう。はい、でこの4箇所が止まったらですね、あとはカーブを残して待ち針やこのクリップで留めていきます。はい、ではこのように止まったところでカーブのところちょっと合わせてみてください。ここで綺麗に止まるようになるかなと思います。でバランスよく合い印がですねずれずに止まっていればこの部分綺麗に収まってきますので、この後はまたクリップで留めるなどしてください。一番最後にカーブを合わせていくといいですよ。はい、そしたら周囲をぐるっと縫っていくんですけれども、この後にですねバイアステープを縫いますので、最初に縫うのは9ミリにしたいと思います。ちょっと際どいところなんですけれども、マスキングテープなどを使用しながらガイドにして縫ってみてください。9ミリで縫う時のマスキングテープはですね、いつもはこの10のところにこう線のところぴったり揃えるんですが、これをね少しかぶせるような感じですね。こんな感じで線の上にもうかぶせちゃって、厳密に9ミリではなくていいんですが、10ミリ1センチを縫わないようにするためのマスキングテープになります。かなりねちょっと緩やかなカーブになってますので、このキルトが自然とこうカーブのところ沿っていきますので、今回はカットせずにそのまま進めていきます。もし生地に合わせてですね必要に応じてご自身でカットが必要な場合は切り込みを入れてください。今回は必要がないのでこのまま進めていきます。あんまり切り込みを入れてしまうとそれで生地がダボついてしまうことがあるので、もし切らなくて済む場合はできるだけ切らないように進めるのがおすすめです。タックが寄らないようにしっかりと目打ちを使いながら
ゆっくりと縫いましょう。直線に来ると安心しますね。はい、少しスピードを速めて縫っていきます。で、一周してきたところで最初の糸を切りましょう。最初の糸を切ったら縫い目をここまで重ねていきます。いかがでしょうか皆さん。中央合い印ずれずに一周縫えましたでしょうか。こんな感じでカーブのところはですね、一度表に返してタックが寄ってないかどうかも必ず確認しておきます。この後ですね、バイアステープをつけていきますので、またさらに少しですね深くなりますので、この部分をきれいに仕上げておかないと仕上がりに響いてきます。そしたら同じようにしてファスナーのパーツの方もつけていきます。この時にポケットの反対側につけてあるポケットの向きに気をつけましょう。カーブを縫う時はこの張り具合を見ながら、こうやってハサミでカットしながら縫う方法もあります。最初に大きく切りすぎてしまうとここの部分がたるんでしまいますので、できるだけこのカーブになる直前でここのカーブのところを切りながら進めていく方が、この部分カーブのところをきれいに縫える方法になりますので、是非ちょっとね難易度上がりますけれどもお試しいただけたらと思います。なので最初にね切って止めるよりはここだけ残しておくっていう方が私はおすすめです。でカーブはゆっくり縫いましょう。すべてのカーブに切り込みを入れてください。ミシン目切らないように気をつけてください。カーブだけに切り込みを入れて、ここが平らになるようにしておきます。こういうふうに反対側は切り込みが入ってない状態になります。それではバイアステープの作り方を紹介します。市販のテープを使う場合はもうすでに四つ折りになっているかと思いますが、片側のみ平らな状態を作っておくと縫いやすくなりますので、そのように準備してみてください。で今回は普段はですね、私はもうバイアステープの生地で作ってますので、そのやり方を紹介したいと思います。仕上がりはこのような感じで、今回は仕上げが斜めに綺麗に仕上がる方法で紹介していきたいと思いますので、この方法で進めていきます。まずこのとんがった方を上にしていただいて、2つ折りにしてアイロンで折り目をつけます。で2つ折りになったところで一度生地を広げます。そうするとしっかりとこの中央の線が引けてるような感じになりますね。そしたらこの下側の生地を2つ折りにしていってください。この時にここの中央のところがこのキルトの厚みでかぶさりますので、この部分を余らせた状態で折ります。なのでここの部分ですね、こうやって折った時にこの中央の部分が少し控えめになるような感じになります。ぴったりこの線で合わせずに生地の厚みに合わせて片側を2つ折りにしましょう。でこの端のところまで来たら、この端のところですね、ここをだいたい目分量で大丈夫なので1センチで折り上げましょう。端のところは1センチ折り上げます。で折り上げたらこの仕上げのところですね、こう2つ折りにしたところもしっかりと折っておきます。この状態を仕上げてこのまま縫っていきますので、ここのちょっと飛び出た部分はカットしておきます。で縫い始めの時はこの面を合わせていくような感じになります。同じようにして2本準備します。それではバイアステープをつけていきます。本体は10センチぐらい開けておきましょう。表に返す時に必要な大きさになります。はい、では全て留め終えたところです。でこの最後のところは縫っていって少しずつずれてきますので、この状態で少し残しておきましょう。で最後にこういうふうにかぶせて、ここで縫い終わるというような形になります。
では端から縫っていきます。カーブのところはしっかりここ平らになっている状態を作ってゆっくり縫うようにします。では最初の縫い始めまで来たところで最初の糸を切って布をかぶせます。でかぶせたらちょうどこの縫い代が終わるところまで重ねて縫っていきましょう。だいたいちょっと重なったかなっていうところからさらに5ミリほど長めに縫います。で縫ったら返し縫いします。はい、では縫い終えたところで最後のところですね。端に合わせて斜めにしてカットします。で表にした時に最初に折った折り目がありますね。この折り目で閉じていくようになります。でこのマチをつけた時と同じ方向から縫うと綺麗に仕上がると思いますので、このように進めていってください。でこういう風にこの縫った線、この白糸に合わせてこの山をピタッと合わせるような感じですね。若干かぶせるような気持ちで返し縫いせずにそのままスタートしていきます。この部分ですね。ちょっと細かいですけど見えますでしょうか。私はカメラが前にある状態で縫ってますので非常に縫い目が見えにくいんですが、これで折りないことを願いつつ縫っております。非常に縫いにくい。よし、じゃあこれでこういう感じでですね、伝わりましたでしょうか。ちょっと角度を変えさせていただきます。はい、そしたらこのカーブのところ差し掛かってきましたので、この部分もゆっくりですね丁寧に進めていきたいと思います。こうすることで反対面を縫った時縫い仕上がった時の反対面にミシン目が落ちなくなります。だからこの、バイアステープを縫った時のミシン目っていうのは非常に重要になってくるんですね。あんまりキワを縫ってしまうと反対面落ちてしまいますので、そのあたりも気をつけながらゆっくりと縫いましょう。これ仕上げになりますからね、焦らずにゆっくり進めていきます。はい、では、最初の糸ですね。この糸を1回切ってで縫い目をここまで重ねていきます。こうすることで最初返し縫いしなくても最後にここで縫い目を重ねて終わることができます。はい、それでは反対側も同じようにして仕上げていきます。この縫い始めの部分はちょっとこの平らのね、この上の部分から留めていくようになります。あともう少しなので頑張りましょう。はい、これで縫い終えたところになります。反対側も同じようにしてバイアステープを縫ったところです。そうしたらファスナーを開けて表に返していきましょう。いよいよ登場ですね。はい、表に返したところです。開けるとポケットの入れ口が見えるような感じの仕上がりになっています。それではこの後ショルダーの方をつけていきます。はめ込む方ですね。こうやってカチャってはめ込む方をこの30センチの短いテープの方につけていきます。下からくぐらせて通しますね。通したら裏側の方をだいたい1センチから 1.5 センチ折り込みます。で折ったらここをクリップで留めましょう。長い方にはこちらの送り管を通しましょう。まず送り管を通します。でずーっとこう少しスライドさせてここの部分を少し膨らましておいてください。こんな感じで。そうしたらバックルの方を
同じように向き気をつけて、この下から入れて、こんな感じでこう上に通していきます。で少し引っ張っていっていきます。引っ張ったら最初に通した送り管のところのこの本体側の方にテープを通しましょう。でテープ通したら両方引っ張るとこのぐらいゆとりができますので、そしたらこれをもう一度この中に入れます。この反対側の穴の方に通します。そうするとこの輪が2つになったような感じですね。そしたらこの端っこのところの処理をしていきます。端っこのところは今通した反対側にピタッと合わせましょう。こんな感じでこっちは動くようになっていて、最後に通した方は今ピタッと指で止まっている状態です。でこれをひっくり返して少しやりやすいように少しここ長めに取ります。 1.5 センチぐらい折り込んでおくと縫いやすいかなと思います。で折り込んだらクリップで留めます。ここを縫います。こちらはここを縫います。最初と最後は返し縫いをします。それでは最初に縫った縫い目から5ミリほど離れたところにもう1本2本目を縫います。はい、ではこんな感じで縫い止まったところになります。黒いからねちょっと見えにくいですけれども、黒を止めて完成になります。お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。今回はこのファスナーの付け方とか中のね内側のこのバイアステープなどちょっとね難しい部分多かったと思います。結構難易度の上がる作品ですよね。でもゆっくり丁寧に作れば満足のいく仕上がりになってくるかと思いますので、是非ねお気に入りの生地で手作りを楽しんでいただけたら嬉しいです。動画が参考になりましたらグッドボタンとコメントもいただけますと大変励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。